はい、ということで朝のスキンケアをしていきます。まずね、ちょっと顔を洗います。で、拭き取りのトナーパッドを使っていくんだけど、今回の動画は、セリマックスという韓国のね、スキンケアブランドさんの提供動画となります。ありがとうございます。今回私もこの提供動画をやる前に商品を送っていただいて初めて使ってすごい気に入ったので、みんなに紹介したいなと思って、最近の私が使ってるものをご紹介したいと思います。で、まずこの拭き取りトナーパッドを使っていきます。これはセリマックスのパワーブライトニングシミケアパッドで水分を与えます。で、肌のくすみケアにいい成分が入っていて、すごい伸びるのね、このトナーパッド自体が。私伸びるトナーパッドがすごく好きで、肌にこうピタッと密着してくれて、そのエッセンスが肌の奥までこう浸透してくれるような感じですごく気に入ってます。とりあえずね、もうこのねパッド自体の伸びとかパッド自体の素材が結構私最近使ったトナーパッドの中でもめちゃくちゃ大好きなもので、今からちょっと見せていきたいと思います。形はこんな感じの形で、見て、ビヨーンビヨーンと引き伸ばせて、一回まずちょっと拭き取るね。私は一回まず拭き取って、今伸ばすの見せちゃったんだけど、拭き取ってから貼っていきます。ビヨーンと。で、こちらもビヨーン伸ばして、ほらすごい伸びるの。こんな感じで、もうパックみたいな感じで、ほんと5分ぐらい置きます。私はね、朝は。はい、で5分ぐらい置いたら剥がしていきます。こんな感じですっごい肌に密着してるの分かる？やっぱ伸ばしてビッとピタッと貼り付けられるので、ね、肌にすごくこう密着してくれてるっていう感じです。で、またちょっと余ってるものをこう拭き取って首とかにもつけて、でちょっとハンドプレスします。水分量もすごくて、これ1枚なんだけど、ほら、すごくない？ 1 枚でこんな出てくんだよ。見ました？今皆さん。そう、すごいしっかり水分が入ってる感じなので、取る時にはさ、ちょっとさ乾いてるまでいかないけどさ、ちゃんとお肌にこう入ってくれてるんだなっていうのが分かります。もう一回貼っちゃう。で、セラムは同じシリーズのパワーブライトニングシミケアセラムっていうものを使ってます。で、ベタつきがなくって、こうちょっとジェルっぽいようなみずみずしい感じなので、この今の夏の季節にもすごい使いやすくて、くすみケアにいいトラネキサム酸とナイアシンアミドとメラゼロ V2 っていうのが配合されていて、紫外線を浴びてじわじわ日焼けしちゃうじゃん今とか。ちょっと外出るだけでも家の中でも日焼けとか、紫外線感じると思うんだけど、そういうケアにすごく向いています。はい、こんな感じですごいすぐにね肌に浸透してくれる感じで、こちら同じシリーズですね。これもクリームはこのチューブタイプになっていて、旅行にもすごく便利です。クリームの方はトラネキサム酸が 5% 配合されてるんだって。で、もっとくすみケアにこうアプローチができる。で、私はこの夏の季節のシミケアもそうだし、こっから多分産後シミがめちゃくちゃ出てくるっていうじゃん。まだ出てないんだけど、それのケアとして使いたくって、でこの顔のバタフライゾーンって言われるここを中心に塗っていく感じ。ここが一番ねシミもできやすいので、であと全体にこう伸ばすような感じ、残ったやつをそうベタつかないから、朝使えないクリーム結構さ、実は使えなかったみたいなのが多いんだけど、これは気にせずメイクよれとかもないので使えてます。こんな感じでツヤも出ます。私正中線にもクリームは塗ったりしてます。毎日じゃないけど。はい、こんな感じで朝のスキンケアが完成しました。すごいいい感じでしょ？わかるかな？このシミ、この辺に顔全体にちっちゃいシミが私いっぱいあるので、これをどうにかしたくて結構シミケア系のプロダクトを選ぶことが多いんだけど、今回このセリマックスのやつすごい使い心地もいいし、結構手が出しやすい価格帯でもあるので、みんなにも紹介したいなと思って。中でもやっぱりね、私はこの
パッドとクリームが結構お気に入りで使っています。じゃあそんな感じで支度します。今日さ初めてさ息子を一人で連れて出かけるのね。マルのお家に行くんだけど、レオナちゃんも最近、全然息子より上なんだけど、息子くんが生まれて会おう会おうって言ってて、やっと私も外出できるようになったから、で今日マイルズ仕事だからさ、で息子と出かける時は必ずマイルズも一緒に3人で出かけてたから超緊張なんだけど、さすがにさ車運転するとか無理で、一人でまだちょっと怖くて、だからタクシーで行きます。徐々にねこうやって慣らしていってっていうなので、軽く髪巻いて行ってきます。はい、ということで今から、お友達のお家にタクシーで向かいます。レッツゴー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 、行ってきます。レオナちゃん YouTube デビューマジギャルマルもいます。マルママ、レオナちゃんの息子くんには私のことをマルの親戚という風に紹介してもらいましたマルもちゃんと覚えててくれてよかった。レオナちゃんにおひなさま巻きしてもらう。喜んでるんだけど喜んでんのすごいじゃん。よかったね、ありがとう。マル久しぶりだ、久しぶりマル。はい、お家に帰ってきました。プーメリーしてます。プーさん見ないの？ママがいい？プーさんより。わかる？わかる？プーさんよりママがいいよね。今からマイルズが帰ってきたら、マイルズ仕事行ってるので、帰ってきたら一緒に沐浴です。私は腹減った。もう今日もご飯だけ炊いてて、マイルズに仕事帰りにお惣菜買って帰ってきてもらう。もう本当にそんな感じ毎日。こんなんご飯なんて作れないよ。余裕ないよ。だけどそろそろ作れるか。そろそろ明日ぐらい、明日夜ご飯作ろうかなと思ってます。世のお母様方たちマジでリスペクト。だってみんなさ、普通さ旦那さんがいるからとかでご飯作んなきゃいけないわけでしょ。無理なんだがね、洗濯と洗い物ぐらいしかできないよね。ねえ。おはようございます。はい、今日はお世話になってる方とランチに行くので、準備をしていくんですが、今日はね、息子が最近ね9時ぐらい寝て3時間ぐらい寝てから12時に起きて、でまたミルクあげたらすぐ寝て6時間とか寝てくれるの。5時半から6時ぐらいに起きて、でそっからミルクあげると覚醒しちゃってご機嫌タイムが始まるんですよ。寝かしにかかるんだけどもう起きるやん。でソイチチとかしたりなんなりして結局9時ぐらいに寝室からリビングに行くんだけど、ほぼ寝なくて5時半以降ずっと寝よう寝ようっていうのをやってたけど、だいぶ1回の睡眠が長くなって、それは嬉しいことですね。私混合なんだけどさ、もうミルクメインの混合なのね。基本その3時間に1回ミルクで、その間にもしお腹空いたりぐずったらおっぱいで、夜ちょっとおっぱいみたいな感じでやってて、で搾乳もするんだけど、一応母乳を出続けさせるために1日に言うて3回とか4回ぐらいしかおっぱいあげてないの。最初は結構がっつり混合やってたんだけど、ミルク寄りになって、それでさやっぱ出が悪くなって、母乳の今日とかさ、朝授乳いつした6時から9時の間に適当にソイチチしてて、で9時に搾乳したら両乳10分っていうか両乳一気にやるやつやってんだけど、12分ぐらい
やって35ぐらいしか取れなくて、やばっと思って、母乳出さなきゃっていう風にやってないから、それでも出なくなると焦るじゃん。最初にその病院で看護で行けますって言われた時に、なんていうの、搾乳してそれを夜間でもマイルズが上げられるとか、そういうこともあんまりよく分かってなかったからさ、混合でミルクもみたいな思ってたけど、全然ミルクが悪いとかうんぬんじゃなくって、出るんだったらそれやっといてもよかったなって、なんか知らないことがいっぱいだったって思いました。けどあれなんだよね、そのミルクとかさ、母乳とかのどっちがどうとかっていうのはさ、もうそれぞれいろんな状況もあるし、そう母乳が出ない人もいるし、軽々しくは言えないんだけど、私は無知すぎてせっかく出てたのに後悔がある今。そういう風に搾乳とかがっつりやっておけば、別にそこをね、なんかミルクだったものを搾乳で代用できたんだみたいな、知らなかったから勉強になりました。はい、じゃあ化粧します。はい、ということで今外苑前に着いて、今からランチに行ってきます。ちょっと髪は昨日のままで、オイルもつけてないからバッサバサなんだよね。まあしょうがない。でワンピースはセザンヌのワンピースで、このバッグはエルミのバッグ、かわいいちっちゃいバージョンで、このセザンヌのワンピースが結構なんかよそ行きっぽいんだけど、カットソーなのね。すごい伸びもよくってカジュアルにもなるし、着てて苦じゃないし、このお腹にウエストにこの結び目がついてることで、お腹がカットソーワンピってタイトだとさ、お腹のラインとかめっちゃ気になるんだけど、この結び目がついてることでお腹のラインとかが気にならなくて、すごくいいんだよね。わかるかな。すごいセクシーみたいになっちゃったんですけど、ロングワンピです。じゃあ行ってきます。はい、今ランチにね行ってきたんだけど、お祝いで、出産お祝いでオハラパールっていうパールブランドがあってのピアスをねいただいたの。めっちゃ可愛いんだよ。見て、初めてのこんなね、シンプルなパールですごいさ、いろんなオケージョンで使えるじゃん。で親になってパールをつける機会も増えそうなので、とってもありがたいです。ありがとうございます。オハラパールすごい可愛いのでぜひ見てみてほしいのと、あとついでに今日のねジュエリーを、今日は結構黒だったからジュエリーメインでジュエリーをいろいろつけたので、久々に。で息子いるとさ、つけられないことが多いから、紹介しようかなと思って。ほぼほぼブリジャールです。この一粒ダイヤの回さないとなんだけど、ピアスもこのネックレスもすごく久々につけたテニスブレス、回さないとの傷ができてますもうこれもブリジャールです。で、結婚指輪とオーラリング、結婚指輪とこのブレスレ、ロックブレスはティファニーです。ハーフダイヤのブレスレット。こんな感じで久々にジュエリーをつけました。オハラパールもちょっとなんかオケージョンで今度つけたいなと思うので、またつけたら紹介します。では息子に会いに帰ります。はい、マイルズがお経のような低い声で息子をあやしています。その間に私はご飯を作ります。ご飯つっても冷凍の餃子と、あとちょっと副菜を気持ちでさ、バチェラーに出てた野原はるかさんっていう、ウェディングの時もいろいろね、マナー講座みたいな歩き方、ウォーキングのレッスンしてもらったりとかしたんだけど、お野菜を作ってるそうで、無農薬ので送ってくれたの。ありがとうございます野春さん、もし見てたら。なのでそのお野菜を使ってちょっと副菜を作って、でもちょっと泣いてるからおっぱいをあげないといけない。まず人参、ピーマンで小松菜を買ったやつです。はい、ということで作り置きが終わりました。まずサバと白滝とピーマンと人参の焼いたやつ、あえたやつと、ちくわの醤油マヨみたいな、ちくわとインゲン
あとこの間ママに作ってもらって美味しかった小松菜と人参のナムルみたいな塩昆布、それにツナも入れました。あとトマトのなんか韓国風トマトとキュウリの韓国風サラダみたいなのかな。あとセロリもなんかあえたんだけど、ちょっとあんま美味しくなくて、これどうにかアレンジ今からしようかなと思ってます。もうこっからどうにかきんぴらとかにしちゃおうかなって思ってる感じで、とりあえず作り置きが終わったので、マイルズが沐浴入れてくれて、お風呂入れてくれて、今からシャワーでも浴びようかなって感じです。はい、今日はなんと産後初湯船に入ってます。信じられない、気持ちいい。夏だからね、そもそも私湯船とかそんなに入んないんだけど、もう体が疲れすぎてて、マッサージもオリスパに1回行ったきり行ってないし、骨盤矯正なんか整骨院とか整体とか行かなきゃいけないんだけど、まだ行けてなくってっていうのもあって、もう体が本当に手も腕もだし肩も、授乳する時にやっぱすんごい首とかこうなってさ、体も痛いので、さすがに湯船入りたいと思って、今息子が第1ラウンドの眠りについたので湯船を入れて久々に湯船に入ってます。ちょっとねぬるめにしてる。帝王切開の傷もまだ、2ヶ月とはいえど完治してるわけじゃないからさ、半年ぐらいは多分普通には戻れない感じなのかなって感じだから、そんなに熱いお湯に長く入るのもなと思って、ぬるめのお湯にちょっとゆっくり入ってて気持ちいい。なんか家にずっといるじゃん。だからずっとクーラーなわけで、結構体が芯から冷えてて、ずっと外もそんな出てないし、で外出るってなってもタクシーとかさ車移動で全然暑いこの灼熱の外に出てないので、体を温めたいと思います。はい、今シャワーから出て、夜もセリマックス使っていきます。はい、ということで今日はですね、まずリップはヒンスのリップティントミニローココを塗っています。今からネイリーの撮影があって、今日は御徒町で撮影なので御徒町まで、向かっております。ちょっとね、今週は結構仕事がバッタバタで、来週もなんだけど結構仕事ががっつり入ってるので頑張っていきたいと思うのと、あとやっぱ仕事普通に入れてんだけど寂しすぎ。なんかやっぱ家出る時に息子とバイバイするのが普通に寂しくてっていう感じなんですが、行ってきたいと思います。そう、今産後2ヶ月ちょっと、2ヶ月で昨日ちょうど産後ケアみたいなマッサージをね、自宅に訪問できてくれるやつにやってもらって、おっぱいマッサージをしてもらったので、私結構その甘味寄りの母乳育児をしてて、気づいたら1日3回ぐらいしか母乳をあげてなくて、ミルクばっかりになってたのね。でそれを私あんまり自覚もなくって、マイルズに言われて、あ、確かにみたいな、ピオログつけてるんだけど見たら、明らかにその母乳をあげる回数が頻回じゃなくなって減ってて、3ヶ月ぐらいまであげたいので、もうちょっと頻回で頑張ろうと思って頑張ってたんだけど、で昨日そのおっぱいマッサージやってもらったら、もうビュンビュン出て、溜まってるところとかでもうマッサージがかかっちゃうぐらい出て、でじゃあここからまた軌道に乗ったらいいなと思って昨日とかも頻回してたんだけど、やっぱ頻回して搾乳も入れてんの。搾乳もすると、私がいない時にマイルズがあげられるように、搾乳とかで30とかしか10分でね両乳取れなくって、であれとか思ってて、で今朝夜間授乳してお手洗いに行ったら生理が来まして、なんと。でこの 2,3 日食欲がすごかったの。産後結構食欲が収まってたんだけど、すごい食欲で、生理前みたいな食欲だなとか思ってたら、本当に今日生理が来て、結構びっくりしてる。2ヶ月で来るんだって。私もうちょっと遅いと思ってたから、もう本当に生理ってだるい。こっから月に1回また付き合っていかなきゃいけないのと思って、結構だるめなんですが、というわけでそんなお話でした。ただいま。ママだよ。ママだよ。おかえりしてくれんの？ほら、わかるの？
わかる？見える？幸せです。くちゃい。ちょっとハゲてきたんだよね。ね。マイルズの美容室についてきました。いいじゃないですか。短い。そして息子はバクなしです。花のん家に来ました。イエーイ、お邪魔します。めっちゃ寝てる。この吐息を取りたい。産後初穴の飯かな。そうかも。そうだ。てか、めっちゃ髪伸びたね。やばいよね。しかも今さ、パーマ取れちゃってさ。綾乃も来ました。なんか今、あんまり。いやあら。眠い？床に置かれて。カレー食べてます。はい、今日は穴野のお家に行ってご飯をねいただいてきました。産前にさ、めっちゃ綾乃と一緒に行ってたんだけど、産後初で息子もね沐浴とかあったからマイルズにお願いしてちょこっとだけ、最初だけね息子とマイルズも来て会うことができてよかったです。今回このセリマックスの提供動画なんだけど、本当にねこのガーゼっていうのはこの伸びるのがめちゃくちゃいいし、もう本当に今紫外線が強いのでシミ対策っていう感じで、産後のシミとかいつ出てくんだろうな、怖いな。普通にさ、これめっちゃおすすめの、ほら最初の方初日でも見せたけどめちゃくちゃ良きです。ひたひたでーす。はい、こんな感じで今日は、これをパックにしようっと。時間をこうでセラムで最後クリーム。はい、こんな感じで最近はこの3セットをね使ってます。で毛穴ケアもそうなんだけど、やっぱり私はそのシミとか紫外線、そのブライトニングがすごいスキンケアでも普段から好きなので、セリマックスでも提供動画いただいたんだけど、この商品がいいって私が選んだんですが、今回紹介したセリマックスのねこちら、気になる方は概要欄にリンクを貼っているのでぜひぜひチェックしてみてください。価格帯もすごくお求めやすくて、私も今回初めて知ったブランドですごく使い心地もいいし、何よりねこのクリームもすごいいいんだけど、クリームが結構こってりっていうかね保湿力もあるんだけど朝も使えるので、朝使ってさ、私さ結構カスが出るタイプのクリームに出会うことが多いだけど、これは朝も使っても全然カスとか出なくて、メイク前でも全然使えるのでそれもいいなって思ったポイントでした。というわけで、今回は日常 Vlog を3日間お届けしました。セリマックスの皆さん、今回提供動画ありがとうございます。そしていつもね見てくれてるみんながいるからこうして案件をいただくことができるので、みんなもいつもありがとうございます。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。